おはいえなし。この動画は2025年12月5日に行われたファイナルファンタジー14第90回 PLL のサマリ動画です。まとめブログのような二次情報ほど熱量がそがれない、かつ公式放送のように一次情報ほど間延びもしない、そんな絶妙なバランスの 1.5 次情報でお届けいたします。早速参りましょう。家なしララチャンネル。本編放送開始前、モルボルさんからお知らせ多すぎるのでこのテスト放送でパワポテストがてら溢れたお知らせやっちゃおうのコーナー。オーケストラアレンジ関連グッズ12月17日発売。エオルゼアンシンフォニーシリーズ定額聞き放題サービスで配信中。お知らせ以上。本編開始。まずは 7.4 のティザームービーを放送。今日はスクエニのスタジオでお届けしています。クリエイティブスタジオ3コミュニティチームインフルエンザ6人罹患中。配信いつものメンバーがテーマ回らなくて急遽スタジオの皆さんにお願いしてね。ほんとすいません、急にお願いして。まずはおさらい。パッチ 7.4 実装日12月16日火曜日。同日アルカディアヘビー級ノーマル新たなトームストーン新式装備実装。翌年1月6日に霊式実装。じゃあもう一回ムービー見てみましょう。スポットライトが当たってなくて絶妙にわからない。相当こだわったらしいですよ。キングダムハーツにしか見えんって言ってる方いらっしゃるけれども、接触するぞっていうか激突してるよね。腕ね。エブリシングバーン。床もバーンしちゃう。実装コンテンツおさらい。新たなメインクエスト異邦航路ミストウェイクグラシャラボラス透滅戦。あれどこがなくなったんだっけとか、どこにコンテナ置かれたっけとか覚えといた方がいい。今回トークンは2個。1個と2個の差が激しすぎる問題があり見直し中。その間は2個にすることにした。アルカディアヘビー級キャラ立てするバトルに注目。現つくよみ透滅戦フロントライン新マップ新ルールゴールド操作アップデート武具投影アップデートジョブクラスの自由化ストラテジーボードクイックパネルその他クレセントアイルアップデートコンサポ対応カラーテーマの追加ディープダンジョンアップデート史上最強の DDoS 攻撃に対応中。仕様調整して全滅判定部分をアップデート。ソロ含め参加者全体が回線切断した場合戦闘不能者がいなければ10分以内の再ログインで復帰できるように変更。コスモエクスプローラーの新たな星オイジェスファントムウェポン新たなバリアントダンジョン昇格物語ヒルディブランド黄金編。ここから実機紹介。アルカディアヘビー級2層温度差兄弟エクストリームズ。なんかないよ。テストで入ってるべきものが1個。あ、そうだった無理だ。もう残るタイプの足元円範囲残るタイプの奥義範囲バトンパス津波とサーフィン。まあこっちも8人だしな。今回もフィールドはそれぞれの投資のテーマに沿ったものになってるので楽しんでもらいたい。報酬軽くレイド報酬はいレギュレーターは手にさえ入れちまえばこっちのもんよ。さあどう組み合わせるのかなっていう。今回ヘビー級に外部アーティストの書き下ろし楽曲が登場。メッセージがあります。I'm トム・モレロ Everything Burns。 うわー、事情通の祖健さん挨拶お願いします。序盤説明してもらっていいですか。言っちゃいけないこと言いそう。突然ボーカル入りで曲が送られた。なぜこうなったかというとジェイソン・チャールズ・ミラーとトムがボドゲ仲間。ジェイソンがトムに言ってくれた。ファイナルファンタジー14はコミュニティが世界一でサウンドを仕切ってる祖健がトムの大ファンなんだよって話を知らんところで言ってくれたところ、そんなに言ってくれてそんな素晴らしい曲があるなら曲作るよとなり、スクエニにとって何の前触れもなく急にボーカル曲が送られてきた。これが1年前の話。ただくれたから使いますというわけにはいかない。ソニーミュージックの本国の副社長からも話聞いたよ、ぜひ情熱的だから使ってほしいんだとか言われたが、それでノリで使って後で3億円請求されたらたまらない。それにそういうビジネスはビジネスでもあるし、ゲーム音楽はゲーム体験の一部だからコンテンツと曲が合致してないといけない。だから合致するタイミングまで寝かせた。ここならこのために作ったと言ってもいいぐらいハマりがいいのでそこでっていうことになった。配信って権利上複雑だけど配信もしたいからとか恐る恐る聞いたが、コミュニティが最高だって聞いてるから条件全部なしにしてくれた。なかなかないですよ皆さん。配信気にせずやってもらって大丈夫。ぜひゲーム配信して音楽やべえってみんなで言ってほしい。吉田世代は知ってるスーパーファンだけど名前だけ知ってる人とかここをきっかけに聞いてほしい。ジェイソン見てるか。センキュージェイソン。改めてパワポで倒れそうですよ。パッチ配信日の翌日に楽曲配信します。ゲームの中で一番手に聞いてほしいからという配慮。ファイナルファンタジー14のゲーム作っててよかった。エントは不思議でプレイヤーの皆さんが熱心に応援してくださってジェイソンという人物も曲も受け入れてくださったからこそジェイソンも親友であるトムに熱く語ったんだろうね。頑張ってればいいことある。じゃあこれで視点のザアルカデアヘビー級とトム・モレロさんのご紹介を終わりにするので、ソケンさんここまでなので一言コメントいいですか。アルカデア全員行けよ。ありがとうございました。続いて PVP アップデート。 PVP シリーズ10開始。アクション調整。コメンデーションクリスタルとの交換アイテム追加。ザ・フィーストシーズン1シーズン2のランキング報酬装備をベースにカラーリングを変更したレプリカ版追加。新マップ新ルールウォーコーチーテ追加。フロントライン全体のおさらい。最大72人が3チームに分かれて戦う PVP。 これまでのフロントラインは4マップ。今回のルールはガンガン攻めた者勝ち。拠点は制圧していくし拠点は取り返されない。戦場全体に影響を与える天候変化が勝負の分かれ目。フロントラインはスコアを競い合うが、スコアは拠点制圧か敵プレイヤーの撃破で稼ぐ。拠点の制圧についてはサークル内にとどまって自チームの旗を立て、全てのサークルに旗を立てれば制圧成功。実機紹介。天候
変化の紹介、雪、遮蔽物の出現やバリアの付与、オーロラ、リミットゲージが早く溜まるフィーバータイム、続いて武具投影アップデート、おさらい、所持品はクラス、ジョブやレベルによらず自由に投影可能になる、黒魔同士で戦士の装備、意外と園芸士装備のリーパー、一機じゃ俺たち草だけ飼ってると思うなよ。続いてまとめて幻影化アップデート、一部のクラス、ジョブ専用武器や種族初期装備、レベル1以外のおしゃれ装備、全部揃ってなくてもまとめて幻影化できるように変更。全部揃わずまとめて幻影化したやつに対し不足部位が後で追加で手に入ったとしても、幻影化をわざわざ1回解除せずにまとめたものをさらに付け足すことも可。その機能を実機紹介。今回の新式装備の紹介。これによって新式も負けボの需要って変わると思います。例えば装備更新をまず性能で選んだ上で、こだわる人は見た目も他の装備に変えるようになるので、前半終了、休憩はオーケストラアレンジの曲、後半戦開始、新たなバリアントダンジョン昇格物語からバリアントダンジョンの PLL パート1放送のおさらい、これまでのフィードバックをもとに新たなコンテンツ構成に変更した。変更点は表の通り、実機紹介、専用 UI から突入、冒険が進むと読み物が追加されていって、これをやればよかったのかっていうヒントが隠されている。専用のバリアントアクションも設定する。今回は本の登場人物を演じることになる。ナスカが本の主人公、ヒカセンはその護衛を演じる。選択肢が出てきましたね。触るのがいいのか触らない方がいいのか、運んでよかったのだろうか。さすがヤシトラの親族だけあってどんどん行くな。一ボス強そうですな。ごついな。攻略サイトとかもありなんだけど、こうやっていくのが一番面白いと思うんですよね。別ルートの一ボス、サンドボール。なるほど、そういうことですね。迫ってきますよこいつ。続いて2人からプレイできるアドバンスドの方も見てみましょう。今回は特殊コマンドで1人で入ってます。基本はボスのみ、5区よりちょっと簡単ぐらいな印象でした。バリアントアクションが1つ追加、単体強攻撃するやつ、力也ごとに撃て。なおアナザーダンジョンは単体蘇生のみ使用か。1ボスにつき1人1回、アディショナル、間違えた。アドバンスドバリアントダンジョンからギミックも追加していて結構歯応えある。腕に覚えある人はぜひチャレンジしてもらえたら。続いてクイックパネル、おさらい、ホットバーに入れられるものを何でもセットできる 25×4 枚のパネル。ホットバーや表示スペースを節約しつつ、使う時だけ表示すればいいものをまとめるのがおすすめ。実機紹介、クイックパネルはアクションリストのエクストラにある。これをホットバーに設置する。これを押してパネルを呼び出す。透過度合いも調整できる。あれ、全部抜いたの？入れていきましょう。普通に入れられます。エモートはやめといた方がいい。エモートはやめといた方がいい。あとは例えばコマンド実行時に自動的にウィンドウを閉じる設定も可。コマンド使用時に誤ってドラッグしないようドラッグ無効化の設定も可。その他細かい仕様の説明ありましたが、ぶっちゃけリリースされてから触れればいいと思うので詳細省略。挙動が見たければ概要欄のリンク参照。実際に触ってみないと何とも言えないが、個人的にはキーボードもパッドもかなり便利そうで好印象。続いてストラテジーボード、おさらい、攻略中に作戦図を常時表示できる新機能。パーティー内で同じ作戦図を共有表示して攻略可能。作り方は4つ。ゼロから作る、プリセットから作る、パーティーメンバーから受け取る、共有コードを使って受け取る。ゲーム内で完結しないのかってコメントありますが、いやゲーム内で完結しますよ。パーティーメンバーから受け取れるんで。図面は全50枚まで保存可能で、フォルダ作って1フォルダ10枚までまとめ可。実機紹介、まずはゼロから作る場合、ゼロといってもプリセットから指定も可。フィールドの形状とかフィールドマーカーとか選択肢から指定できる。国ごとの微妙な文化の違いにも対応している。例えば日本では D1、D2、D3、D4 だが、北米欧州は近接位置に遠隔位置にの表記が普通。海外からもらった参加図が使えないとかならないようにシステムで勝手に置き換えてくれる。特定のロールの強調表示も可能。ギミックのエフェクトもいろいろ置ける。グリッド線出しておける。大きさや角度とか変えておける。やっちゃった。はい、生カメ戻します。開発サーバーでは情報漏洩防ぐためにウォーターマークつけてる。そのウォーターマークを削除するコマンドを誰にも教えないようにしている。ちゃんと厳格にやってるんですよ。戻します。図上にテキスト追加可能。これは開発チームが世に出てる図をちゃんと再現できるか試したもの。詳しい方であればどれがどのフェーズかわかるはず。もう1画面左上の図、あんな形のマップは存在しなかったが、直線範囲エフェクトをオレンジからグレーに変更してマップ代わりに置いた。繰り返し言うけど全員作るわけじゃないと思っていて、攻略動画上げる人とかご自身のものがみんなに広がって使われるのが喜びだと思うので、ぜひ皆さん作って流行らせてもらえれば。さらに編集中の図を画面共有しながら作戦を相談できる。共有を開始した人だけが編集できるが、共有された側はその様子をリアルタイムで見ることができる。攻略中に打ち合わせが可能。作戦図をパーティーに共有する場合はワンボタンで OK。図面単位でもフォルダ丸ごとでも可。受け取った図面は一時的に20枚まで貯められて、残しておきたい場合だけ保存すれば OK。また共有コードを受け取る方法としては、文字列をウェブやチャットとかメールで渡す。こちらは
は図面単位のみで共有か。大抵こういう時タンクかヒーラーが使ってて DPS はぴょんぴょんしてると思うのでちゃんと図見てね。そろそろ終わりましたじゃないんですよ。これらはお絵かきっぽく使うのもできると思うので攻略だけじゃなくてぜひ遊んでフィードバックしてください。なお作戦図は手動にはなるが攻略中に2ページ目に切り替えることもか。ちなみにチャット欄で3回図作るやつの秀逸さ、あれは文化として残るし我々あそこと喧嘩したいわけではない。概要はマクロで詳細は作戦図を使っていくという感じ。ご活用ください。職人の皆さん楽しみにしております。私の考えた最強のギミックも楽しそう。それでコンテストするのもいいね。最後にお知らせ。ファンフェス2026ベルリンウェブサイトチケット情報公開中。ファンタジアン×ファイナルファンタジー14コラボアイテム発売予定。ファイナルファンタジー14テーブルトーク RPG アドバンスドルールブックグレンのリベレーター予約受付中。14グッズショップ in 秋葉原12月19日に初の常設店誕生。プリマニアックスコラボフレグランス第2弾発売。はいはい。これはエメトセルク、苦味、酸、甘い、苦労した男の爽やかさとほろ苦さが混ざったような香りです。ゲーミングネックスピーカー最新機器、ファイナルファンタジー14エディション予約受付中。コレクターズエディションデジタルアップグレードセール開催中。7.4 パッチノート朗読会、今回は当日。なので当日メンテ、24時間じゃない。ファイナルファンタジー14拡大していこうと思っていて初の試み、ゲームコンテンツテスター募集。1月中旬から3ヶ月、ファイナルファンタジー14上手い人、ひたすらコンテンツやってジョブ回す。コンテンツやジョブの調整しませんか？開発チームと直の連絡やる。開発にそのままって可能性もゼロじゃない。中川とかも正社員からじゃないし、これを見るとめっちゃ安い金額でゲームさせられそうって思うだろうけどさ、都内の最低賃金とか見るとめっちゃ高いよね。1回目は短期ですけどリーダーシップ発揮してもらったりとか活躍してもらったらそれだけじゃないと思うので、我こそはと思う方はトレース税でもいいのって煽りっぽいコメントあったけど、絶クリアしてるのが条件ですから、きちんとクリアできるってのはチームとの連携もできるってことだと思うので、アカウント確認してとかはあるけどよろしくお願いします。ゲームが上手い人ってゲーム感がいい、理解度が早い、論理的っていうパターン結構多いので、ゆくゆくは自分でコンテンツ考えてってのも行ってほしいなと。吉田がゲーム業界入ったの30年前ですけど、バイトから上がってくの当たり前だった。何でもやらせてくれたからいい時代でもあった。初のバイトの時給は347円でした。最後に吉田さんからコメントを。年末年始じっくり遊んでもらえるように我々もしっかりリリースし、来年怒涛のコンテンツが始まる。言いたくて仕方がないものがいっぱいある。来年僕自身楽しみにしているので、皆さんと一緒に走り続けていければと思う。麻雀は企画走ってますので年内はないですけど、さようなら。以上です。皆さんの PLL の感想ぜひコメントください。あとトムの偉大さ知ってる人教えてください。ところでいつもこの要約動画使ってるけどチャンネルはまだ登録してないわって方、登録よろしく。動画化に至らない小ネタは X で語ってます。そちらもフォロー何卒。アジントター。